皆さんは傭兵が崩壊だと思いますか？皆さんは傭兵が包まれてると思いますか？まあ何がとは言いませんけど、傭兵の傭兵は常時包まれておりますが、臨戦態勢に入った時だけ剥き出しになりますっていうの話は置いといて、今日ね、うちの住んでるアパートが Wi-Fi 一斉にぶち壊れてインターネット使えなくなったわけさ。それで Wi-Fi 会社さんに電話して、もしもしすみません、 Wi-Fi が使えないんですけど、それってうちだけですか？いいえ、違います。建物内全体がインターネット使えない状況になっております。お忙しい中わざわざありがとうございますっていう風にめちゃくちゃ丁寧に答えてくださったんだよ。でその結果ね、私はカスタマーセンターのサポート員さんに優しく対応してもらえたわけさ。そう、優しさに包まれたんです。こんにちは、松任谷ユーミン様ということでね、この包むっていう話はこの動画のキーポイントになってくるので、本日は皆さんが知ってる唐揚げの想像の斜め上を行く唐揚げを作っていきましたので、ぜひそこもご注目してご覧くださいませ。そして唐揚げのサックサクに揚げる方法もお伝えしますので、ぜひそこのところもゆたしくウニゲーサビラ。ようみんな、今日はみんな大好き唐揚げを作るぜ。おっと、紹介が遅れたな。今日の天の声を担当する大五郎だ。みんなからはセグウェイって呼ばれてるぜ。よろしくな。まずは今日使う材料紹介だ。唐揚げに必要な食材、そう、誰が何と言おうと鶏肉。別に鶏肉ならもも、胸どちらでも構わないぜ。おっと、なんだドッピョ、砂肝でもいいですか？だって好みが分かってんじゃねえか。俺も砂肝は大好きだ。味付けはシンプルに醤油、白だし、料理酒。もし食塩が入ってるタイプで作るときはしょっぱくならないように気をつけてな。味付けのメインは醤油オンリーでも OK だが、白だしを入れると竜田揚げっぽい和風唐揚げに仕上がるから、ぜひ試してみてくれ。そして味の決め手はたっぷりの生姜だぜ。ここにニンニクを加えると信じられない味になる。とはいえ今日の冷蔵庫はニンニクが外出中だったから生姜だけにしとくぜ。しょうがないだろ、生姜だけに。すりおろした生姜のフレッシュな香りが食欲を刺激するぜ。なくてもいいけどあったら興奮する調味料ランキング5年連続9位のブラックペッパー。こいつを入れると味が尖って癖になるんだ。そんじゃあ早速作っていこう。まずは鶏もも肉を一口大にカットしていくぜ。ここでワンポイントアドバイスだ。鶏もも肉は筋や関節を目安に切るとちょうどいいサイズに切れるんだ。大きいサイズにしたきゃ4等分にカット、小さいサイズにしたきゃ8等分にカットするといい。今回は頭のおかしい唐揚げも作るから、薄くて広くカットしたものを2つ用意するぜ。よし、完璧だ。この通り通常の唐揚げ用の肉を7個、頭のおかしい唐揚げ用の肉を2個用意できた。ここでみんなに注意してほしいんだが、鶏肉のサイズは大きすぎると中まで火が通らないし、小さすぎるとパサパサになっちゃうから、ちょうどいいサイズが必要なんだ。この時のオイラは狂っていたからバカでけえサイズを用意したけど、加熱する時に苦労するから気をつけてな。無事にカットできたから味付けをしていくぜ。さっき合わせておいた調味料とすりおろした生姜、ここでダメ押しのブラックペッパーだ。今日はいつもより多めに、思ってる3倍入れちゃうぜ。これはあの有名な偉人千鳥の大悟さんが言っていたんだが、胡椒は思ってる3倍。これは今の俺の座右の銘になっているっていうのは内緒な。そうそう、俺が最初に言っていたこと覚えてるかい？俺はみんなから大五郎って呼ばれているんだ。そう、ここで大五郎っていう名前の伏線が回収されるってこと。さて話を戻そう。このブラックペッパーを入れるとパンチの効いた味になることは間違いなしだ。さあ鶏肉を揉み込んでいくぜ。しっかり味が染み込むように念入りに揉み込んでくれよな。調味料が染み込むまで冷蔵庫で15分ほど寝かせるぜ。その間に他の準備を進めよう。衣を作るぜ。薄力粉と片栗粉を1対1の割合で混ぜ合わせるんだ。サクサクの衣になるようにしっかり混ぜてくれよな。もちろんクリスピーな食感に全振りしたいなら片栗粉だけでも構わねえ。だけど薄力粉を入れることでふわふわ食感も加わってさらに美味しくなるぜ。だから今回は薄力粉と片栗粉のハーフ&ハーフだ。バカ野郎、これはいつもの粉じゃねえ。冷蔵庫から鶏肉を取り出して衣をたっぷりまぶしていくぜ。何回かに分けて衣を加えていい感じになるまで様子を見てくれ。衣付けができたらここで一手間加えてあげよう。皮で肉を包むように丸めると綺麗な形の唐揚げに仕上がるぜ。ちょっと面倒だけど1日が25時間以上ある暇なやつは試してみてくれ。今日のアレンジはチーズイン唐揚げと親子唐揚げだ。衣をつけた鶏肉でチーズと半熟ゆで卵をそれぞれ包んでいくぜ。チーズは事前にフォークで裂いて細かくしてある。半熟卵は沸騰した水に卵を入れて5分加熱した超トロッ
とるな。半熟卵だ。柔らかすぎて殻を剥く時に苦労したぜ。でも無事にツルツルなゆで卵を用意できたんだ。昨日電車でもたれかかってきた親父の頭みたいだな。ポッと失礼、取り乱しました。チーズとゆで卵を鶏肉で包んでいこう。チーズはできるだけ漏れないように、ゆで卵は潰れないように、そーっと優しく包むんだ。そう、今日対応してくれたコールセンターのお姉さんぐらい優しくな。普通の唐揚げも忘れずに、鶏肉は皮で肉を包むように丸めていこう。これで準備は完璧だ。長かったなみんな。よくここまでついてきてくれた。俺は仲間思いのお前たちを監督として誇りに思う。おっと、スクールウォーズが出ちまったぜ。さあ揚げるぜ。170度の油で4から5分揚げていくぞ。最初の3分ぐらいは触らないでそっとしてあげよう。気になるとは思うけど、そこはぐっと我慢だ。最後の1分になったら唐揚げを外の空気に触れさせてあげて、表面をカリッとさせるんだ。せっかちな性格の俺は揚げ時間を3分にして、一部のバカでかい唐揚げは中まで火が通ってるか微妙だったから、みんなは 4,5 分を目安に揚げてくれよな。せっかく美味しい唐揚げが半生でぐにゃっと食感で、翌日トイレから出られなくなっちまうのは嫌だろう。おい見ろよドッピョ、美味しそうな唐揚げが上がったぜ。日々の喧騒に疲れてるみんな、今日くらいぼーっとしようぜ。ってことでちょっと ASMR タイムだ。揚げ音も思う存分楽しんでくれ。そんじゃあ本日のメインイベントを始めるぜ。頼む、マジで成功してほしい。じゃあちょっとこちらまずはチーズからいきます。いってこい。まずはチーズイン唐揚げの番だ。開かないように閉じておく。固まるまではずっと放置。スタート。オッケー固まってきた。閉じたなと思ったら離す。開く。また閉じる。オッケーかな。1分ぐらい閉じたからもういいでしょう。オッケー。おいおい、初めての試みだからって興奮してやがるぜ。チーズが漏れないか心配だったけど、牛だった頃の記憶を思い出してやりきるしかないだろ。なんとか無事上がったな。グレートだぜ。チーズできたー。ちょっと熱っ。じゃあ続いて最後ね、エッグインいってきます。次はいよいよ親子唐揚げだ。半熟卵が爆発しないか心配だが、親鳥のお腹の中にいた頃と全く同じシチュエーションだから、卵も安心して揚がるはずだ。すげえ。エッグインですけど、無事に全部の唐揚げができたら10分ほど休ませておこう。クールダウンも大切だろ。この時間に余熱を利用して肉の中まで火を通すんだ。これは最高だなドッピョ。いやこれバカすぎるって。この世のギルティーを詰め込んだ唐揚げが完成したぜ。さあ熱々の唐揚げを召し上がれ。おいのび太、お前今日は絶対許さねえかんな。あれ、何これ。皆さんお待たせしました。お待たせしすぎたました。やばいです。過去一えぐいほど美味しそう。過去一の美味しそうな香りがしております。なんとこちら生姜をたくさん使ったため、もうすっごい生姜の香りがプンプンしております。しょうがないよね。お前こんなことばっかり言ってるから輪廻転生できないんだよ。いっぺん神社行ってこい。生姜だけに神社行ってこい。いただきます。じゃあまずは普通にね、こちらからいこう。普通の唐揚げからいきたいと思います。俺刈り上げなんですけど、うまっ。最高。噛んだ瞬間に口の中に溢れ出る肉汁たちがとんでもない罪を犯してくるの。すっごい肉汁、鶏本来の水分と油でボッって口の中が爆発するのね。でその後に来る鶏本来の旨味、そして生姜のあの香り、もう最高なんです。ブラックペッパー入れたでしょ。そのおかげでパンチ効いてんの。いていていて、醤油と白だしで味のベースを整えつつ、酒がまろやかにしてくれる。これマジでうまいからやってみてほしい。やばしかてよってこういうことだよね。
味の濃さも完璧。これは美味しくないわけがなくない。何言ってんのね。先にやりたかったことをやりたい。じゃーん。見えますでしょうか？こちら、ちょっとおもらししてるんですけど、チーズが入ってるんです。チーズイン唐揚げなんてね。チーズインハンバーグはよく聞くでしょ。チーズイン唐揚げって初めてじゃないですか。初めてらしいです。じゃあチーズの熱が冷めないうちにちょっと先いただきましょう。手づかみでいこう。中が信じられないぐらいピンクいの。大丈夫？俺大丈夫かな？絶対大丈夫。絶対大丈夫。待って、チーズとろけさせたい。3、2、1、FIRE。焦げた焦げ。サクサクする。サクサクする。サクサク。すごい。危ない。こういうのが火事の原因です。カンタ、ごめんな。消防士の友達なのにこんなことしてしまってさ。なんか LINE 来たやつさ。もうハプニングだらけ。でも良いではないか、良いではないか。半生のままだけどよ。最高。うまい。チーズ入れたことによって父本来のコクっていうのが加わって、この世のギルティーを全て詰め込んだ味になってる。もう最高にうまい。この半生特有の肉本来のブリブリ感、これが不快感でしかない。彼は特殊な訓練を受けています。良い子は絶対に真似しないようにしましょう。そしてなんかもうさっきの髪の焦げかすが残ってる。おう、超香ばしい。うまっ。Wi-Fi 直ったって。あらやだ、美味しそう。やだ、とってもありがとう。やったー。ということでね、こちらジューシーと言います。ジューシー is 沖縄の炊き込みご飯なんです。これうまっ。味付け完璧。ご飯が進む味で。このジューシーっていうのは沖縄の炊き込みご飯で、醤油とか酒とかいろんな豚の出汁とかタケノコとか野菜が入ってる美味しいご飯なんです。このジューシーは俺が一番好きな沖縄そば屋さんのジューシーだわけさ。それを今回特別な裏ルートで仕入れましたので、お家で食べております。これめちゃくちゃうまい。やばくない？これ最高にうまいわけさ。ぜひみんな行ってみて。名前は沖縄そばマルチです。沖縄そばマルチのジューシーうまいわけさ。もちろん沖縄そば屋さんだからさ、沖縄そばがメインなんだけど、このジューシーな唐揚げとジューシーね、最高だよね。俺ワンピースのブルックじゃないけどさ、私生きててよかった。それぐらい美味しい。生を感じる喜び、気持ちいい。これね、みんな気になってたでしょ。まあ、俺しか気になってないんだけど、このせっかくのお気に入りの皿さ、さっきのさバーナー事件で焦げてるんです。これご飯動画を撮る上で処刑ですよね。今の行為は本当にごめんなさい。もう結局はこれなんす。卵イン唐揚げ。こんなんいる？これやった人いるか？ということでスコッチエッグの唐揚げバージョンです。いただきます。大変だね。めちゃくちゃとろけてるんだよ。待って、これうますぎる。飲む角煮。まあ、でも角煮飲む唐揚げです。卵の切りめちゃくちゃとろんとしてるわけさ。うますぎる。これでも相当難しかったわけさ。何が難しかったかっていうと、ゆで卵を作るときって超半熟にするとき、殻を剥くのがすごく難しいのね。なんでかっていうと、トロトロであればあるほど柔らかいさ、殻が剥かれないぞ抵抗する力と白身の物理耐久性の弱さ、これが負けちゃって白身があららって
って連れて行かれちゃうのね。その結果綺麗なゆで卵が剥けないわけさ。でも今回気使って慎重に剥いたことでそれが実現できました。スコッチエッグもそうなんだけど、唐揚げって油で揚げるじゃん。でもゆで卵ってもともと加熱されてるから、最初からゆで卵を半熟で煮ないと揚げてる間に卵に熱が通っちゃって片茹でになるわけさ。でもせっかくだったら飲める唐揚げが食べたいということで今回は頑張って半熟にしました。しかも沸騰して5分だからめちゃくちゃな半熟。生後4ヶ月ぐらい半熟いやこれ最高で大成功じゃない。まあ相変わらず肉自体は半生なんですけど誰が肉も半熟であれと。私の YouTube チャンネルの投稿が止まったらこれが原因だと思ってください美味しい。カジ未遂なことしたからちょっと焦げ臭いこの部屋焦げ臭いどこも燃えてないよね。大丈夫。燃えるのは俺のこのコメント欄だけか炎上しちゃうささん囲碁気をつけます。まあ俺が好きなのは将棋なんですけど、そっちの囲碁回全国の光の碁ファンの方本当に申し訳ございませんでした。でも相変わらずチーズはとろけてくれませんでしたね。なんで避けるチーズってあんま相性良くないのかな。いいこと思いついた。このジューシーすぎる唐揚げに沖縄の炊き込みご飯ジューシーを絶対うまいでしょ。うますぎる。もうね、今まで食べた唐揚げと全く同じ味がする。そりゃそうだろ。白米と一緒に食べてんだから。ジューシーには乗せただけ。食べたのは白米。結果、唐揚げ足す白米。今回の一番の失敗点としては肉自体が半生ってことまあ私こう見えて特殊な訓練を一切受けていないので、皆さんは唐揚げを作る際は今回は3分でやったんですけど、ぜひ4分から5分やってみてください。それで食べた時に半生だった場合絶対加熱して食べてくださいね。そこのところよろしくよマジで。もうこのジューシーうまっ。沖縄そばマルチだからさ、どこにあるかと言いますと、沖縄に最近コストコできたでしょ。あっちから200メートルぐらいの距離。ほんとそれ。コストコの前の道路ってめちゃくちゃ渋滞するのね。どうしてもコストコがあって、うわコストコ渋滞してる、うわ引き返そうって言って行かなかったら後悔するよ。ぜひこのコストコの渋滞をなんとか振り切って、でその先にあるからさ、沖縄そばマルチっていうお店は沖縄県に合計2店舗あるんだけど、俺が入手したのは南城月城店だわけさ。まあ Google で調べたら出てくると思うから。あと他には北谷町にもあるからさ、行ってみて。今日朝からインターネットが使えないからどうしようかなーって思って唐揚げ作ろうって思ったわけさ。料理してる時はインターネットに接続しないで自分の頭の中の Google を頼りに料理作るからさ、そのおかげでインターネットから半日以上も離れることができました。やっぱ世の中インターネットを普及してからさ、みんななんかどこ行ってもスマホとにらめっこばっかしてるさ。俺はカメラのレンズとばっかりにらめっこしてるんですけど、そういうのあんま良くないなと思って一回インターネットから離れてみるってのも結構楽しいよ。ぜひその月はね、この唐揚げのレシピを参考に作ってみてね。インターネット繋がないこの環境を楽しんでください。インターネットに繋いでないと俺のこの動画も見れないのか。ぜひインターネットをガンガン使って俺の動画を見てくださいこの唐揚げの油が滴ってびっくりするぐらいしなしなになったサンチュを唐揚げに包んでいただきます。やっぱ脂っこい唐揚げでも野菜で包むことによってすっごくさっぱりするね。5年ぶりに散髪行った時ぐらいさっぱりしてる米のパラパラ具合も最高。水加減も完璧ですね。うまかった。今日も大満足。こんなところにまだ1個残ってる。やったー。好きなものは最後に食べるタイプ。美味しかった。ご
ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった。でも今回のハイライトは卵唐揚げだったね。あれマジで大成功。もうちょっと時間長くしても卵の半熟具合は保たれてたはず。そしてなおかつ安全に食べれてたはず。じゃあ皆さんもね、もしよかったら唐揚げ作ってみてな。バイバイ。あと火事はマジで気をつけてな。本当にこれもう俺が言えないけどさ、ロックして、はい、これで大丈夫です。ごめんなさい、お騒がせしました。音取れてるよな。危ねえ。